こんにちは。今回は立体的な 3D フラワーを紹介します。大きな花びら6枚と小さな花びら6枚をつけたかわいいお花です。色が違うとムードがだいぶ違います。今回は明るいこちらの色で編み方を説明します。編み図で説明します。今回の編み図です。完成品のすべての編み図が入っているのはこちらですが、わかりづらいので、最初に編む部分と、次にこちらの小さな花びらを後から編みますので、その部分を別にして編み図を作りました。最初は鎖編み5目の輪の作り目に、細編みを12目編みます。1段目は細編みを12目です。次の2段目で鎖編みを編みますが、2段目の時に説明します。そして3段目でまた大きな花びらを編み、4段目の時に内側に小さい花びらをつけます。最初は1段目の鎖編みを編みます。今回は並太のコットン糸を使います。かぎ針は5号です。最初は鎖編み5目を編みます。鎖編みはここから5目編んで、最初の鎖編みに引き抜き編みをします。鎖編み5目の輪の作り目を作りました。糸端を編み込みながら、この輪の中に細編みを編みます。立ち上がりの鎖編み1目を編んで、輪の中に細編みを12回編みます。1、2、3、4、5、6、編み地を少し寄せてください。7、8、9、10、11、12、12目の細編みを編みました。最初の細編みに引き抜き編みをします。立ち上がりの鎖編みの次のここが最初の細編みの頭です。ここに引き抜き編みをして、これで1段目の細編みを12目編みました。次の2段目を編み図で説明します。1段目の細編みを12目編んで、次は細編みを編んで鎖編み3目を編みます。それが細編み、鎖編み3目、細編みとこの部分を編んできます。今1段目で引き抜いたところから少し分かりにくいですが、鎖編み1目を編んで細編みの頭に細編みを編みます。鎖編み3目を編んで細編みを1目開けた2個目の細編みに細編みです。鎖編み3目、細編みを1目開けた2個目の細編みに細編みを編んで、鎖編み3目を全部で6回編みます。鎖編み3目を6回編み終わったら、最初の細編みに引き抜き編みをして、これが2段目になります。2段目は細編みから編み始めます。立ち上がりの鎖編み1目を編んで、引き抜いた根元の細編みの頭に細編みを1目編みます。鎖編み3目を編んで、細編みを1目開けた2個目の細編みに細編みです。これが2段目の編み方です。鎖編み3目を編んで、
2個目の細編みに細編みを編みます。鎖編み3目を編み、2個目の細編みに細編み。これを繰り返します。これで鎖編み3目が5個できました。最後の鎖編み3目を編んで、最初の細編みの頭です。ここが最初の細編みの頭です。ここに引き抜き編みをして、これで2段目ができました。次の3段目で花びらを編みます。この鎖編み3目の部分に花びらを編みます。編み図で説明します。編み図が少しわかりにくいですが、3段目は細編みの引き上げ編みから編み始めます。2段目で引き抜いたところから、次は細編みの引き上げ編みをこの細編みのところに編みます。鎖編み3目の間にある細編みに細編みの引き上げ編みを編み、次は鎖編み3目のところに長編み8目を編みます。そして次のところは鎖編み3目を編んだ細編みのところに細編みの引き上げ編みで足を拾って細編みを編みます。次の鎖編み3目には長編み8目を編み、次は細編みの引き上げ編みです。これを繰り返して花びらを6枚作ります。最後は長編み8目を編んだところで3段目が終わります。次はこちらの小さい花びらを編みますので、この矢印はこの長編みを編んだまま、この細編みに飛ぶ印です。次は細編みの引き上げ編みです。立ち上がりの鎖編みは編まずに、引き抜いたところから、前段の細編みの足の裏を通して、ここに細編みを編みます。この位置に引き上げ編みの細編みを編むのは、花びらをこのように立体的にしたいので、この位置に引き上げ編みの細編みを編みました。次は鎖編み3目のところに長編み8目を編みます。1、2、3、4、5、6、7、8。長編み8目を編んだら、次の細編みのところにも細編みの引き上げ編みです。細編みの足を拾って、ここに細編みを編みます。この位置に細編みを編むと、花びらが平らではなく少しふっくらとした花びらになります。そのために引き上げ編みを編んでいます。次の鎖編み3目のところにも長編み8目を編み入れます。長編み8目を編み、細編みのところに引き上げ編みを編みます。このように可愛い形の花びらになります。この編み方で
あと4枚の花びらを編みます。6枚の花びらを編みました。引き上げ編みをすることで、花びらが膨らみを持つ可愛い形になります。そして最後は長編みを8目を編んだ状態で、これで3段目が終わります。次の4段目の時に、細編みの間の1目開けたところに小さい花びらを編みますので、編み方を編み図で説明します。3段目で長編み8目を編んだところで終わっています。次の4段目は、この長編みを編んだところから1段目の間に1目ずつ細編みを開けたところに小さい花びらを編みます。この小さい花びらを編みます。これがこの花びらです。細編み1目のところに小さい花びらを編みます。長編みを編んだところからこちらの左下の細編みに飛びます。今ここで長編み8目を編んで、次に編むのはこの細編みです。1目開けてある細編みのところに針を入れて細編みを編みます。小さいですが、細編みを編んでいます。細編みの頭に細編みを編み、鎖編み1目を編んで、同じところに長編み3目を編み、鎖編み1目を編んで、同じ細編みに細編みを編みます。これが最後の小さい花びらになります。次も細編みを編んでない、空いている細編みのところです。この一目開けてある細編みに同じように細編み、鎖編み、長編み3目、鎖編み、細編みを編みます。一目ずつ飛ばしたところに小さい花びらを全部で6枚編み、最後は細編みを編み終えたところから、最後は細編みを編んで、最初の細編みに引き抜き編みをして、この編み図が完成します。次は4段目です。3段目で長編み8目を編んだところから、次の4段目は、最初の花びらを編むのは、1段目の細編みの1目空いているところです。編まずに飛ばしてきた細編みのところに小さい花びらを編みます。長編みから直接細編み1目のところに針を入れ、細編みを1目編みます。鎖編み1目を編んで、次は同じところに長編み3目を編みます。長編み3目を編み、鎖編み1目を編んでから同じところに細編みです。これが小さい花びらになります。この編み方を続けます。次の1目空いている細編みのところに同じ花びらを編みます。大きな花びらは後ろに倒しておくと編みやすいです。細編み1目を編んで、鎖編み1目を編み、細編みを編んだ同じところに長編み3目を編みます。長編み3目を編み、鎖編み1目を編んで、細編みのところに細編みです。これで小さい花びらが2枚できました。このようにあと4枚小さい花びらを編みます。5枚の小さい花びらができました。
最後の6枚目です。細編みのところに細編み1目、鎖編み1目、同じところに長編み3目を編みます。鎖編み1目を編んでから同じところに細編みです。これで6枚の小さい花びらができました。最後は引き抜き編みをします。最初の細編みの頭です。3段目の長編み8目を編んで、最初に編んだ細編みの頭のところに引き抜き編みをして、これで全ての花びらができました。この糸はとじ針で糸始末をします。とじ針に糸を通して、引き抜いた細編みと同じところに針を入れて、後ろに引き抜きます。これで花びらがきれいになりました。次は最初に編み出した長編み8目の最初のところに針を入れます。これで花びら全体の形を見て、あとは後ろの目立たないところにとじ針で通していきます。長編みの足を通して花びらがきれいにできました。あとは糸を切ってください。6枚の花びらがかわいい立体的な 3D フラワーです。色違いでたくさん作ってください。6枚の花びらが二重についた 3D フラワーを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。